はい、高弘です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、人前で自分を出せない、出すことが怖い、行動できないっていうね、ちょっと悩みについて、話していこうかなと思うんですね。で、僕自身もね、過去にそういった悩みをずっと抱えてて、これどうにかしてね、なんとかなんないかっていうね、結構もがいた時期があったんですけど、それにちょっとまつわるエピソードね、ちょっといくつか話しながら、そこからどういうふうに僕がこう考えてどういうふうに行動していったかっていうのをねちょっと話していこうかなと思うんですけど、思い起こしたらもう小学校の時からそれがあって、小学校4年生の時にまずね一つね自転車検定っていうのがあって、小学校の4年生から実は、試験を通らないと自転車に乗れないっていうルールがうちの学校ではあったんですよ。地域ではそう勝手に乗っちゃいけないってちゃんとね安全運転のためにちゃんとこう自転車に乗れるようになってからもう街の中を走るっていう多分そういう目的だったと思うんですけど、そういうのがあったのでみんなね小学校4年生ぐらいに上がると、自転車買ってもらったりっていうするタイミングでその検定を受け出すんですよね。で大体みんなこう一発で合格するんですよ、ほとんどが、男子は特に。で僕もね同じように乗りたかったから、受けようと思って、その前に練習するわけですよ、父親と一緒にね。練習の時は全然うまく乗れるんですよ、普通に補助輪なしでもちろんね全然乗れるんですよ。右に曲がったり左に曲がったりとか全然普通に支障なく乗れるんですけど、なんかね試験になると途端に乗れなくなるんですよね、不思議なことに。当時やっぱこう先生がね、何の先生だったのかな、結構怖い先生だったんですよ。結構わーっていう感じの昔の昭和の先生だったんですけど、その先生が試験官でこうねなんかメモ取りながら見るわけですよ。で自動車教習所と同じような感じでいろんなこうコースをね作って、そこをねこう細いところをねこうそこからこうずれないようにこうなんていうのかな、うまくねこう迂回とかこう左に曲がったりとかいろんなことしながら、そういう試験なんですよ。本当にこうフラフラしながらでゆっくりなスピードでこうずっとそこをねうまくはみ出さずにこう進めるかとか、なんかそういう感じだったと思うんですけど、確かちょっともううろ覚えで申し訳ないんですけど、練習の時もねそういう感じやってて全然うまくできてたんですよ。でこれ全然いけるねみたいな感じ当時思ってたんですけど、試験になると途端にできない、なんか人の目があるっていうだけで体が動かなくなるんですよね。それで結局ね僕 4,5 回ぐらい落ちて、クラスで多分一人だけっていうかほとんどの生徒は受かったのに僕一人だけ受かんなくて、なんかそれもやっぱりこうなんていうか自分はこうダメな存在なんじゃないかってこう思い込みにこうつながるねきっかけになっていくわけですけど、なんかそういう経験というかそういう出来事がこうやっぱ小中高大学社会人ってとにかく人がいると何にもできなくなるっていうのがあったんですよ。そうだからその時の僕どうしてたかっていうと、人がいないところにやっぱり行こうとするんですよね。人がいるとどうしても自分でいられないから、なんか人がいない道を通ったりとか人がいない空間にこう好んでいくようになったりとか、とにかく誰かいるとこう自分でいられないんですよね。でこれの感覚っていうのはやっぱりこうずっと、10代20代とか結構強くて結構悩みだったんですよ。もうどうしたらいいんだろうってすごく悩んでて、いろいろこう当時はネットもなかったし本とか探してなんかそれにまつわるそれ改善できるようなもの何かないだろうかっていう、なんかそういうのをねちょっとこうやってたんですけど、なかなかね見つからずに、年を重ねて30代40代になるんですけど、やっと40代になってからその自分とねきちっとこう向き合うっていうことをし始めた時に、これもしかしたらその人の目自体というよりは自分が否定しているからそういうふうに思うんだろうなっていうところにこう行き着いたんですよね。でどういうことかっていうと、僕はそのセクシャリティやゲイなのでそれ自体をね僕自身が強烈に否定していたんですよ。これがあるから自分はおかしいんだみたいな、これがあるから人と違うんだみたいなね。だからそれが、自分を自分で嫌ってたって言い方でもいいと思うんですけど、それがあるからこそ
こういう自分は人からねやっぱこう受け入れられないっていう思い込みが作られて、でもみんなと一緒に生きていかないといけないから、そのためにはみんなから評価をもらわないといけないとか、受け入れられるようなサインをもらわないといけないっていうので、人から見られてる時にはちゃんとしないといけないとか、評価をもらえるような行動とか言動をしないといけないっていう風にプレッシャーがかかるんですよね。さっきの自転車の時も多分子供ながらにそういう風に思ってたんと思います。多分ちゃんとしないとダメなんだみたいな。でそう思えば思うほどやっぱこう体って動かなくなるじゃないですか。プレッシャーがかかればかかるほど体動かなくなるし、ちゃんとしなきゃと思えば思うほどできなくなるし、でそれがやっぱりなんかそういう生活のいろんなシーンに現れてたんですよね。だからこそそれを感じないでいいように人の目を避けるっていう風に多分なってたんだと思うんですよ。根本的な原因っていうのがその自己否定、自分にあるっていう風に気づいてからいろいろこうやっぱ考えますよね。なんでこういう風に自分を否定するようになったんだろうっていう風に。そしたらやっぱりこれは僕の場合ですけど、やっぱセクシャリティっていうのがものすごく大きいんですよ。でこれストレートの人にはそれがないので、他の、ね、要素が多分原因としては多分上がってくると思うんですけど、僕の場合はそのセクシャリティっていうね、自分はゲイであるっていうことが非常に大きかったんですよ。これをものすごく強烈に否定してたから、自分が。で周りからもね、子供の時ってそれって否定されるじゃないですか。バカにされたりとかで、それと同じぐらいかそれ以上に自分でも自分自身に対してそれ言ってるんですよね。思ってるし、これがやっぱ自己否定の根底にあったんだなっていうふうに気づいたんですよ。でそこからやっぱ考え方をね、少し自分の中でこう変えていったっていうか、あくまでもこのゲイっていうのは、セクシャリティっていうのは自分のそのいっぱいある個性の中の、性格っていうか性質の中の一部分であって全てではない。だからそれは別に恥ずかしいことでもないし、悪いことでもないし、ましてや自分がね選んで勝ち取ったものでもないわけだからそこは否定する必要ないんじゃないのっていうふうに自分で少しこう考え方が変わっていったんですよね。でそういうふうに思うようになっていった後に、やっとこう人から見られてるっていう人の目があったとしても、自分自身でいられるようにだんだんなっていくんですね。だからその表面上のなんかこう人の目が怖いとか、人の目があると自分がいられなくなるっていう表面上の問題だけを見て、なんとかしなきゃ、人の目を気にしないようにしなきゃって多分なってたんですよね。だけどそれだとなかなかね解決しないんですよ。気にしないようにしなきゃ、別に自分を見てるわけじゃないんだっていうふうに思い込んでって思うようにしてその場をやり過ごしても、まだ似たような場面になるとやっぱりどうしても体が動かないとか、同じ問題がどうしても繰り返されちゃう。やっぱりこう原因っていうかな、根っこの部分を叩かないと表面上の問題ってなかなか消えないなっていうその時学んだんですけど、そこにやっぱり自己否定っていうのがあるんですよね。これもいろんな問題の多分ね根底に僕あると思ってて、もう全てと言ってもいいと思います。全ての悩みとか問題の根底にはやっぱり自己否定っていう問題が根深くあって、そこを自分でねこう取り組んでほぐしていって、だんだんこう薄めていくっていうことをしない限りは、もう死ぬまでずっと悩まされるっていう風な感じなんだろうなと思うんですよ。その40代の時に向き合った時の自己否定にセクシャリティっていう部分から入っていって、でそこは自分の個性の一部だから別に恥ずかしいわけでもないし悪いわけでもない。だからそこからね元同僚の人にカミングアウトしたりとか、家族にねカミングアウトしたりで、自分はゲイであるっていうのを隠さずにこうやって表に出るっていうことをやってるんですね。ゲイであることをこう前面に出す必要は僕ないと思ってるんですけど、聞かれたらそうですよっていう感じのぐらいなんですよ。そうイチゴが好きですとか甘いものが好きですね、男性が好きですってそれぐらいのレベルだと思ってて、特別な人間でもないし、なんかそういうね特別な才能があるっていうわけでもないので、ゲイだからって言ってそこはねそういうふうに思うようになりましたね。だからもしね今ねこう人の目がどうしても気になるとか、人の目があるとどうしても自分らしくいられないとか、自分であることができないっていう人は一回ね人の目を気にしないでおこうっていう考え方も間違ってはないと思うんですけど、それは一旦置いといて一回自分自身と向き合ってみるといいですよ。必ずね自己否定があると思います。自分自身に対して何かしらこう認めたくない部分だとか受け入れたくない部分だとか、人から過去否定されたことが、自分でもそう思ってしまった、思い込まされたって言った方が多分正しいかな。間違ってますからねそれ完全に。
そこをね一回見つめ直していくと、こうだんだんね自分っていうのを解放していくことが多分できるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、ね、今日はねちょっとね人の目があると、自分でいられない、自分が出せない、行動できないっていうね、僕自身の悩みをねちょっと切り口にしてちょっと話をしてきました。今後もねこういった形で自分自身であるためにとかね、本当の自分を出すためにっていうところをテーマにしていろんな話をねできればいいなと思っているので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。あとインスタの方もねフォローもしよかったらお願いします。はい、ということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。